頸髄損傷が原因で僕の手は麻痺しています。指を自力で動かすことが全くできません。手首は手の甲側に持ち上げることはできます。ただ手のひら側に曲げる筋肉は麻痺しています。そして左右の麻痺の具合にも差があって、左手は内側に手首を返すことができますが、右手はそれができません。そんな麻痺した手でも工夫すればいろんなことができます。指が握った状態で固まっているので、それを利用すればペットボトルも片手で持つことができたり、引っかかる部分さえあれば指をフックのように使って物を持ち上げることもできます。だから身の回りのものはできるだけ指に引っかかりやすいものを揃えています。買い物をするときも自分で利用できるかというのをしっかり考えてから購入します。床に落ちたものでも引っかかりさえあればそこまで苦労せず拾い上げることができます。あと僕の場合は指の硬直が強いので、結構重いものでも引っ掛けて持ち上げることができます。指にペンを引っ掛ければ文字も書くことができます。ただし書くのに時間がかかるし、字も下手なのであまり頻繁に書くことはありません。たまに書類にサインをする機会があるので、その時にはこのようにして書きます。麻痺した手でもスマホは問題なく操作することができます。僕の場合は小指の第二関節の部分を当てて文字も打つことができますし、基本的にスマホの操作でストレスを感じることはありません。つい数十年前はスマホなんかなかったわけで、技術の進歩はありがたいなぁと実感しています。手に麻痺があると難易度が高いのがこういったケーブル類です。僕の場合はこのように指の間に挟んで押し込みます。できるだけ Bluetooth を利用するようにしてワイヤレス化をしていますが、スマホの充電などどうしてもケーブルを差し込む作業はなくなりません。あと小さい USB-C ポートのケーブルだと引っかかりが少ないので、曲がった状態で無理やり押し込んでよくケーブルを壊します。ケーブルの差し込み方、うまくできる方法があれば誰か教えてほしいです。タイピングはこういった道具を指にはめて行っています。この道具は病院で作業療法の先生に作っていただきました。5本の指を使ってタイピングするよりスピードはかなり遅いですが、この方法でどうにか地道に文字を打ち込んでいます。
そんな特殊な道具がなくてもペンがあればタイピングはできます。太さや表面の材質などいろいろな種類があるので、自分に合ったものを探してバッグに1本入れています。コンタクトレンズも練習すれば自分でつけれるようになります。こんなに小さいものですが、水分で手にくっつくので、それをうまく利用すれば思っているより難しくはないと思います。このように親指の第一関節の上に乗せて目に入れます。外す時も親指の第一関節を使って目の中にあるレンズに触り、そのまま横にずらして瞬きをすることで外しています。食事をするとき、箸はうまく使えないので、フォークやスプーンを利用しています。指の間に挟めばある程度固定することができるので、ほとんどの場合これで対応できます。こんな感じで指が動かなくても工夫をすれば意外といろんなことができます。もちろんすぐできるようになったわけではなく、何年もかけて少しずつできることを増やしてきました。